まるよ。 JAL 久しぶりに乗った。エコノミーでも充電がある。嬉しいねこれ。普通席でも Wi-Fi あるのありがてえ。こちらの旭川行きに乗っていきます。こんな風に号車が書いてあるんですね。こちらのライラック11号に乗って旭川移動していきます。よし、乗り込んでいこう。北海道第2の都市旭川到着。ここでちょっと靴を履き替えます。札幌から旭川までは合計5220円でした。駅前にはボランティアの方が作ったペンギンがいました。旭川駅前に到着しました。巨大なイオンと駅、こういう感じでバスターミナル中心の駅になってますね。こっちの隣には大きめの病院がありました。とりあえず荷物を置きに宿に行こうかな。1月の今下旬ですけど、道は結構雪積もってるけど、歩くとこはロードヒーティングされてんのかな。ここはでもガリガリに凍ってるわ。旭川結構道広いけど車は少なめですね。昼なんで飯食いに行きたいと思います。旭川で知らない人はいないでしょうっていうぐらい有名な自由軒さんですね。こちらで飯食いたいと思います。俺が頼んだのは五郎セット、味噌汁普通サイズ。五郎さんいらしてますね。五郎さんセット来ました。カニクリームコロッケとホッケのフライが五郎セットになってます。ホッケの身がホクホクでふわふわ、めちゃうめえ。米ももっちもちのツヤツヤでめっちゃうめえわ。味噌汁体温まる、うめえ。危ねえ、やけどしそうになった。めっちゃ熱い。気をつけてねみんな。いやー、大人気店なことはありましたね。美味しかった。ごちそうさまでした。それじゃあ腹膨れたんで、ちょっと市内観光行きたいと思います。バス降りて旭山動物園にやってきました。こちら旭山動物園の正門。入園券は1人大人1000円でした。残念ながら動物などは撮影禁止なので1人で楽しんできます。なかなかいい景色ですね、ここも。おー、すごいすごい。遠くまで見えるわ、ここ。
かわいいペンギンウォーク見ることできました。楽しかった。ペンギンウォーク終わったらバスめっちゃ並んでるんで、もうちょっと歩いて次行こうと思います。今日の旭川晴れてて割と天気で気温マイナス2度ぐらいらしいですけど、割と過ごしやすいです。こちら倉沼川。川でもやっぱ少し表面凍ってますね。雪をちょっとチェックしてみましょう。おー、なんかサクサクしてるな。いやー、歩いて40分かけて来ました。旭川の総鎮守、旭川神社に着きました。ここでまた旅の安全を祈願していきたいと思います。東京にある愛宕神社の分霊がここにもあるみたいですね。雪化粧した旭川神社。すごい立派です。さあ、市内に一旦帰りたいと思います。うわ、見てこれ。つらら、やべえよ、これ。やべえ。調べたらバスが一番早そうだったんで、バスで宿近くまで帰ります。車内激混みです。やばいです。すごかった。カオスだった。いやー、旭山動物園から戻ってくるバスカオスでしたね。地元の人あれじゃ乗れないわ。宿の方帰ってきました。休憩してまた出かけたいと思います。よーし、休憩できたんでそろそろ夜飯食いに行きたいと思います。今日行くお店は塩ホルが有名だということで、こちらのババホルモンさん行ってみようと思います。いやー、塩ホルモンマジでうまかった。店内も趣あってめちゃくちゃ良かった。ごちそうさまでした。うわー、こんなイルミネーションやってて、旭川ロマンティックじゃん。旭川都心なんだけど、こんな風にね、道ライトアップされてて、めっちゃ雰囲気あっていいじゃん、これ。めっちゃ綺麗。いやー、とっても素敵な旭川。綺麗ですね、これは。行きたいお店いくつかあるんですけど、今日定休日が多くて、水曜日はちょっと外した方がいいかもしれないですね。こちらパリ街っていう、なんか工事がこう結構たくさんありますね、旭川は。夜も遅くなってきて、今マイナス6度。まあですね。なんか五郎さん巡りになっちゃってますけど、2軒目、いろんなとこ満席で結局ここにたどり着きました。三四郎さんですね。行ってみたいと思います。いやー、2軒連続で撮影 NG でしたが、料理は本当美味しかった。おすすめできます。ごちそうさまでした。はい、無事に宿の方帰ってきました。おはようございます。旭川2日目の朝ですね。今日はちょっと雪がちらつく天気になってます。こちら日本初の遊歩道と言われている旭川の買い物公園通り、駅に通じる縦に伸びる道。いやー、今日は気温マイナス、今携帯で見るとマイナス7度。とりあえず朝飯の方ね、食いに行きたいと思います。今日は旭川ラーメンの名店青葉さんで朝ラーしたいと思います。強い室で待つスタイルですね。なかなかのスペースでみんな食べてますね。俺はチャーシューの醤油ラーメンいただきました。まずはスープからいただきます。昔ながらの醤油スープって
感じで優しい。少し張りのある卵麺が美味しいね。いやマジで熱い。やばい。飲めんの。朝食べても重くないぐらいあっさりして美味しかったです。ごちそうさまでした。腹も膨れたんで、ちょっと旭川市内散歩していきます。なんと旭川駅前でスケートが無料でできるっていうイベントやってた。これは得だな。ユッキリンク旭川。気前良すぎや。駅まっすぐ抜けてきたら、こんな風に川沿いになんかこう広場広がってる。この辺もちょっと散策していきます。おいおい、旭川どうなってんだこれ。市内でスキーやってるよみんな。雪しかもう見えないから何かわかんないけど、これ普通に公園みたいですね。さっき見てた中別川の橋の上来ました。自然豊かで北海道らしくていいですね。続いてやってきたのは大雪クリスタルホール。こちらに図書館、音楽堂、博物館などが併設されているようです。うわー、近く来るとでけえ。道北アークス大雪アリーナっていうんですね。反対側には道の駅旭川、ラーメン屋さんなど飲食店がたくさん入ってるそうです。博物館はアイヌ民族の方たちの暮らしなど、北海道の寒い地方で生き抜く人々の文化が見られるみたいですね。昨日旭山動物園行ったんで、入場料が1割引きの310円でした。博物館の館内に抜けるようなホールになっててすげえおしゃれです。アイヌの人々の暮らしが紹介されてますね。すげえ、靴が鮭の皮やん。へえ、皮の名前は全部こうやってアイヌ語からもじられて作られたみたいですね。アイヌの人、熊漁も行ってたみたいで、熊も食べてて、こっちは秋だ。鮭やね、米など農作物豊富に取れたようですね。いやー、見応えありましたね。こっからバス乗って旭川の人気店に移動しようと思います。バス降りました。やべえ、だいぶ雪降ってきた。よし、着きました。モルメンで有名な地元の方にも人気のひまわりさんにやってきました。聞いたところ、モルメンの辛いのが一番人気ということで、モルメンの辛いの注文しました。テーブルに酢が置いてあったので、おそらくラーメンに混ぜるとちょっと食べやすくなったりするのかな。雪降る外にこの辛めのホルモンラーメン、超うまそうですね。このスープやべえ。油の膜で熱々だ。めっちゃうめえこの辺。具はキクラゲにもちろんホルモン、それとネギにもやし少々に細めの唐辛子かな、あと人参もちょっと入ってます。こんなでっけえモツがいくつも入ってる。こりゃ手間かかってるわ。
まだかまだかとホルモンが出てくるんだけど、すげえ量だ。お酢の方をちょっと入れて飲んでみようと思います。お、まろやか。いやー、ボリュームすごかったですね。麺の量もしっかりあって大満足でした。ごちそうさまでした。帰り道スタバあったんで、ちょっと温まってから帰ります。ホットコーヒーのショートサイズでちょっと時間潰していきます。スタバで十分温まったんで、ここから30分ぐらいかけて市内の方ちょっと観光しに行きたいと思います。金星橋から見る石狩川、石狩岳からずーっと流れてきてるんですよね。ほんと鮭を茹でそうだわ。金星橋から歩いてきましたら、北海道五穀神社に出会いました。参拝の方終わって、自衛隊の真横にある入場無料なんで、ちょっと見てみたいと思います。この旧陸軍第7師団っていうのはゴールデンカムイでも登場してくる現在の旭川第2師団らしいです。北海道の防衛と開拓の歴史が無料で学べる盛りだくさんの内容でした。旭川のシンボル、旭橋の方にやってきました。こちら戦車が通れるように数千前からごつーくこういう橋桁がね作られているそうです。旭橋から見た石狩川、北海道。ここのアーチの真ん中に写真のような紋章があったようですね。いやー、これライトアップされてたらめっちゃ綺麗だわ、きっと。いやー、この鉄骨のね、緑の色の感じがめっちゃいいわ、旭橋。旭橋、正面から見るとこんな感じです。北海道でも珍しいですよね、これ。こういうロータリーの交差点、ヨーロッパみたい。この真ん中のシンボリックなのが時はロータリータワーっていうらしいです。こちら埋もれちゃってますけど、手の噴水という場所です。よく歩いた。5キロ以上は絶対歩いてるでしょう。一旦休憩します。さあ、夜も8時前ぐらいになりましたんで、そろそろ夜飯食いに行きたいと思います。こちらのフラリートの店内でどっかで食べようと思います。銀猫さんも有名なんですけど、今日俺が行きたいお店はこちら、焼き鳥ベテーさん。入れるかな。いやー、すごい奥さんがね、いい人だったんでめっちゃ紹介したかったんですけど、ちょっと事情あって撮影不可になっちゃいました。ごちそうさまでした。でも美味しかった。いやー、旭川は撮影不可なのとこ多いですけど、ここは電話で事前に言ったら OK だと言ってくれましたんで来ました。天金さんですかね。行ってみたいと思います。まず1杯目はレモンチューハイいただきました。お通しで大根をちょっと煮つけたやつ。なんかルカスめっちゃできるやつじゃないみたいな、何者みたいな。はい、北海道来たら絶対これ食べます。じゃがバターに塩辛。じゃがいも北あかりだから甘くてうめえな。すごいな、だってさ、36点で何言うの？もう一品ポテトサラダいただきました。ポテサラもちょっと卵多めでめっちゃ美味しいわ。
最近飲みすぎで胃の調子が悪いんで今日は早々帰ります。いやー、さすが大人気でした。地元の方にもすごい賑わってましたね。ごちそうさまでした。こちらが旭川の中心繁華街三六と呼ばれる交差点ですね。こちら飲み屋のお姉さんがたくさんいるお店になりますね。宿の方チェックアウトしました。今日はちょっと曇りで雪降りそうな天気ですね。これいいっすね、この看板。結局安定のコメダに来ちゃいました。旭川駅前にやってきました。スタバ2号してバス乗り込みます。サビーからちょっとバス総合案内所で待たせてもらいます。あったけー。こちらの大雪ライナーに乗って新千歳空港を向かいます。こちら予約制です。大人1人3800円。バスは独立型の個室じゃないので相席になる可能性もありました。2列2列です。今回の旭川編はここまでです。昭和情緒あふれるエモい感じの居酒屋とかそういうお店多かったですね。旭川市はこれからまだまだ伸びそうな雰囲気の街でした。美味しいものもホルモン系が結構たくさんあった印象でしたけど、他にも多分たくさんあると思いますのでまた来てみたいなと思います。それでは今回も少しでもいいなと思った方、グッドボタンと高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた次回の旅でお会いしましょう。よろしく。次回網走編をお楽しみに。トムのグルメ旅は一人旅専門チャンネル。少しでも参考になったという方、グッドボタン、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。